もう倒れそうだよ。もうダメだ。はい、おはようございます。これから出かけるんですけど、店も片付いてますね。出かけてしばらくじゃ台風来るんですよ。面倒ですね。帰りの飛行機飛ばない可能性もあります。その出かける前にですね、ちょっとバタバタしてるんですけど、投票行ってこないとね、いけませんね。投票行ってきた。さあ出かけよう。出発しよう。おーい、行ってくるよ。トン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 。フォロワーさんの猫はね、ずーっと見送ってんのに、うちのはほんと見送る気配ないな。じゃあ行きましょう。私のさ、知識のレンタル。明日の朝来ればいいんだ。なんか太鼓の音が聞こえる。じゃあ行きますか。今
5時45分ですね。バスが6時15分だったかな。じゃあ行こう。あれ雨か。予報通りやっぱ雨ですよね。どうなっちゃうんですかね。とりあえず登山口まで行ってみようと思います。下野廊下とは、黒部ダムから黒部川沿いを北の下流へ向かい、黒部峡谷鉄道の欅平駅を終点とする全長29キロのトレッキングルートです。正確に言うと、黒部ダムから千人谷ダムまでを下野廊下もしくは旧日伝歩道と呼び、千人谷ダムから欅平までを水平歩道と呼ぶようです。1日での踏破が難しいため、その中間地点にある山小屋、阿蘇原温泉小屋での小屋泊もしくはテント泊が必要です。しかし現在、黒部峡谷鉄道の一部が能登半島地震による落石により運行再開できておらず、欅平駅は稼働してないんですね。そのため今回は黒部ダムから阿蘇原温泉小屋まで16キロ歩き1泊、翌日同じ道を黒部ダムへ向かって16キロ戻るという工程です。私はこっちですね。はい、ここが最後のトイレですね。ちょっと行っとこうか。行ってきます。じゃあ右にして、今8時5分ね、出発。雨だからね、行けるとこまで、行ってみるみたいな気持ちで、私の技量ではダメだなと思ったらちょっと撤退する気持ちでねいます。登山やる方で今日ここは初めてっていう方がね、
扇沢の駅のあたりでちょっと声かけてくださって、今日行きますかみたいな感じでちょっと会話をしたんですよ。雨だからね。だけどまあお互いがいるから、じゃあ行ってみようかみたいな感じになってね、今その人はもう先に出発してるんですけど、あの人は多分登山をやる人なんですよね。僕はもう初心者なんで、その人には多分追いつけないとは思うんですけど、また後でなんて言ったんですけどねじゃあ行きましょうか。今、フリース脱いだ。暑い。でもテムレスも脱いだ。川が近づいてきたね。ちなみに出発時の気温はね11度。もう私が暮らしている竹富島の、冬の最低気温をね下回りました放水してないね。観光放水っていうのがあるらしいんだけど、すごいね。9時になるけどやまないな。雨が人生の雨と同じだよ。やまないよ。やまない雨はあるんだよ。あそこに歩いてるね。あんな方行っちゃったよ。竹富島の道歩いてるみたいに気抜けないよ。あそこに石碑が残ってるね。あそこ滝つぼはすっごい気持ちよさそう。行くのは不可能だ。
楽しいね、こう。すごい。すごいな。なんだよ、ここ。こう見るとすごいとこだね。この紅葉よ、紅葉よってなんだよ。すげえな。すごいね。これが高巻か。なんかめんどくさくてこっちから行く人もいるらしいんだよね。せっかくだから高巻行ってみるか。これ結構しんどいな。怖いし。俺にはこっちの方がいいかもしれない。まだまだ道は長いな。
ああ、読めない。どの辺なんだここ。ちょっと休もう。ここはずーっと行って、向こうにも道が見えてますね。半月橋。あれ、なんだよあれ。こんなことになるんだ。やべえな。あ、なんか見える。発電所のなんかだね。
長かった。こっちかな。なんかすごいね。多分こっちだね。すごい熱気。はい、ちゃんと閉めた。次はあっちかな。本当はテント泊の予定だったんですけど、もうあまりにヘトヘトで、もう急遽小屋の方にお願いして、この日は小屋泊としました。全身びしょ濡れの服をですね、着替えて、でびしょ濡れのザックもまとめて乾燥室へぶら下げて、寝転がったのが6時半ぐらいでしたかね。もうそのままもう起きられなくなってしまいました。でこの時にお土産に持って行ったハブ酒ですね、ジーマミ豆腐なんかもですけど渡したんですよね、小屋の方に。じゃあその後この阿蘇原温泉小屋のブログの方にね、ちらっと書かれてまして、これはちょっとね、嬉しかったですね。
空が明るくなってきた。阿蘇原温泉出発して最初の急登がむちゃくちゃきつい。昨日ね、到着したの5時30分でもうこれぐらい暗くてね、本当はテント泊の予定だったんだけど、もうヘトヘトすぎてね、もう無理を言って当日急に山小屋宿泊させてもらった。本当ありがたかった。宿の人を言うには6時過ぎてから来る人結構いるから、まだ5時半だったらまだそんな悪くはないですよって言ってたけど、昨日黒部ダムをね、同じ時間に出発した30歳ぐらいの男性と60近くの男性、なんか3時頃には着いてたみたいだね。むちゃくちゃ早いっていうか、まあそれが普通なのかもしれない。俺が体力がなさすぎるのかもしれないね。まあフラフラするとね、本当死ぬ可能性があるから、本当気をつけないと。ここやばいよ。それでね、昨日俺がフラフラで到着して山小屋にチェックインしてた時にね、一人だけ山小屋泊の人がいて、あれと思ってね、俺を抜かしていった人と違うなと思って、多分他のルートから来た人なんだけど、挨拶して顔見たらね、 YouTuber の人でさ、名前ちょっとど忘れしちゃったんだけど、チャンネル名がね、槍ヶ岳に憧れてだったかな、そんな感じの YouTube のチャンネルの人で、俺たびたび見ててね、その人が言うには夕方ね、その俺を抜かしてった2人と共に3人でね、紅葉を見ながら温泉に2時間ぐらい使ってたって。いいね。俺も3時に到着できればその輪に入れたんだけど、結局昨日はね、もう温泉に入る元気もなく、6時半か7時頃にはもう布団に入ったけど、結局眠れなかったね。疲れすぎて。疲れすぎて眠れないってこういうことかみたいな。でしかもその YouTuber の人、今日2時に起きて3時に出発してたよ。今このルートを行ってるだと思うんだけど、だから今明るくなってきたからね、多分あの人2時間ちょっとはもう真っ暗な中進んでるんでね、すごいよね。その人が行ったからね、俺も5時に暗い中出発したけど、もうすぐ明るくなり始めたけどね。いやー、単独ですごいよ。昨日もう疲れすぎて、もうここ撮影しなかったし、ランプもつける余裕がなくてね、もう真っ暗な中下を向いて歩いてたね。これはすごいね。やっぱり来た道を戻るってつまんねえなと思ったけど、やっぱ面白いね。景色が違うね。着いたここ電力会社の施設ですね。昨日ここ通過したの4時ぐらいだったんじゃないですかね。ここで寝ちゃおうかなと思ったんですけど、やっぱり目的地は行きたいよなとか、もう本当悩んだところですね。こんな山奥にね、こんなビルがあって、あそこ人いる。登山者ですね。良い登山者に限っては普通に通っていいらしいんですけど、言うなれば下の廊下もね、電力会社が作ったものですけど、この階段で
休ませてもらおう。これ美味しい。ソイジョイのブラントベースバナナ、これうまい。さっきね、緑のジャケットの人と話したんだけど、竹富島に来たことがあるんだって、でしかも住んでるのが愛知県で、もう穂高の方とかよく行くらしいんだよね。だからあんなに健脚なんだ。すごいね。やっぱりちょっと休んだだけですっごい寒くなる。さっきまであんな暑かったのに。でまた昨日通った長いねトンネル通ってで向こうの方に抜けていくわけですね。ちゃんと閉めたよ。じゃあ行こう。もう熱気がすごくて、GoPro もか。ここ面白いですよね。トロッコの線路があるんだけど、こっちは行っちゃいけないんだって。もう体力が有り余ってれば楽しいんだけどね。もう疲労困憊だからさ、全然面白くないな。疲れた。もう疲れたよ俺は。すごいよねここ。これスマホで撮影したいけど、スマホを落とすのは怖いよね。ちょっとこれ高所恐怖症の人やばいね。俺でも怖いもん。まあ高所恐怖症の人は下の廊下は来ないよねやっぱりね。うわすごいねここ。下映るかな。ほら川見える。おおすごい。こんなとこ通ったっけ俺。
はあ、S 字橋、S 字橋か。多分あれ関西電力のそうですかね。すごい速い。あんなペースで歩くんだね。長靴だよ。長靴。すごいここ。うわすごいな。こんなんだったね。すごいね。お、危ねえ。あ、すいません。助かります。ありがとうございます。ここ、よいしょ。すごいな、ここ。ああ、そこもやってる。とても申し訳ないです。はい、気をつけていってください。ありがとうございます。
こで倒れたらもう二度と起き上がれないからね。やっと着いた。水は飲めんのか。私の経験不足、体力不足、また左膝の負傷によりバスの時間に間に合わず、関電山のトンネルで一夜を明かすということになりました。下の廊下の途中で私を見かけて心配してくださった方とか、あと SNS が更新されないことで、心配してくださった方々がですね、バス会社の方に連絡してくださったみたいで、そのおかげでね、室堂警察さんから心配の、安否確認の、電話なんかもいただいて、たくさんの方々にご迷惑をおかけしてしまったんですけど、特段大怪我もなく、生きて帰ることもできたので、その辺はほっとしました。はい、おはようございます。現在朝の、6時30分ですね。黒部ダムの関電さんの電気バスのトンネル内ですね。昨日黒部峡谷から夕方に、下山したけどもうバスに間に合わなくて、結局ここで寝泊まりすることになりました。一応スタッフさんには電話でそういう話はしてあるので、大丈夫です。でおそらく7時か7時半にはスタッフさんが来るのかなと思うので、そうそう片付けを始めようかと思います。じゃあ撤収完了です。じゃあもう空いたので中入らせてもらいましょうか。この間はあっち行ったんですね。今日は帰るのでこっちですね。あの人がね、これ暖房ですよって教えてた。あったかい。おはようございます。現在地でしょ。展望台行くにはまず220段で、ここから降りるのに176段、88段、130段。こりゃいけないわ。
木沢の駅ですね。こんな感じなんですね。今も小雨が降ってるけど、私の出発時よりはいい感じで紅葉がよく見えますね。はい、竹富島へ戻ってきました。ヘトヘトです。最後映像を撮ったのいつだったかも忘れちゃって、多分下山して相当ヘトヘトで、もうその辺りから撮ってないと思うんですよね。なんか映像が多分電気バスのとこ、黒部ダムの電気バスのとこで映像止まってるんじゃないかなと思うんですけど、その後台風のおかげで竹富島に戻ってこれなくてですね、飛行機が止まり船が止まり、やっとね、旅程を2日間、伸ばして帰ってくることができました。あとは家まで、この上り坂を登っていくだけです。もうボロボロです。よいしょ。ベイゴの木の種が落ちてますね。本当はね、帰宅してで次の日一日休みにしてたんで、その時にいろいろ片付け作業とかね、開店準備をして、その次の日の開店に備えようと思ってたんですよ。今日今お昼頃なんですけど、これから台風の片付けと営業準備をしなきゃいけなくて、このボロボロな体を休めることなく、作業に移らなければなりません。だったらね、もう台風のこの2日間分とかさ、長野のホテルでね、長野の街でね、のんびり過ごしたかったですよ。本当のどかでいいとこでした。自宅へ戻ってきてしまいました。あと1年ぐらい旅行したかったね。いつまでも世界一周とかできる人羨ましいね、本当。さて、うちの猫助は在宅でしょうか、それとも近所へ遊びに行ってるんでしょうか。ここから見てると見当たりませんね。いないかな。着いた。やっと着いたよ。タン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 、家にはいないみたいだ。あそこのね、倉庫にいることがたまにあるんですよね。タン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 、いないな。近くにはいないのかな。とにかく帰ってきました。いろいろね、大勢の人に迷惑かけて、またご心配もかけてね、本当はなんかもう、当初の予定とは全然違う、撮
残業になってしまったんですけど、まあ生きて帰れてよかったですね。はい、じゃあこれから、明日の開店準備お願いします。どうも皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。お疲れ様でした。